3月のマルタはまだ室内が少し肌寒いので、なかなかベッドから出ることができない日もあります。だいたい起きようかどうかの葛藤を数分したところで起き上がるんですが、この流れは日本にいようがマルタにいようが同じです。夏はもうちょっと間髪的になるんですが。さて、朝の準備を一旦軽く終わらせたところで朝ごはん。料理をする時間はあんまりないので、だいたいシリアルやパンで済ませることが多め。朝食が納豆ご飯とか今からしたらとっても羨ましいです。朝ごはんの間は YouTube を見るかメールの返信をするかのどっちか。日本とマルタは時差が 7,8 時間あるので、朝起きた時点でメールが何通も溜まってます。朝のうちに返せる内容のものを返しておいて、他のメールは内容を確認しつつ、オフィスに行く間になんて返信をしようか大体考えてます。これから会社に向かいます。自宅から会社までは約30分。私自身車を持っていないのでバス通勤です。私が乗るバスは1時間に何本も来ますが、バスでは絶対に座りたいので、空いてるバスが来るまで遅れない範囲で待ち続けます。ちなみに夏になると満員でバスに乗せてもらえないことも多々あるので、留学中バス通勤される方は十分ご注意を。バスに降りて今会社に向かってます。まだちょっと、3月なのでまだちょっと肌寒いかなって感じです。だいたいバス停から会社までは歩いて10分くらいです。あ、猫がいる。ちょっともう腕がちょっとカメラ持つの疲れてきたので、もうすぐ会社到着なので一旦切ります。Hey, morning. Morning. How are you? Fine, thanks. Good. Weekend okay? From 2012 until Of multi-study account. from multi-study account. 現在は新型コロナの影響で私と代表のみがオフィス勤務、他のスタッフは自宅勤務となっています。代表とは基本的に英語で会話していますが、彼はマルタ人ながらも日本語がほぼ理解できるので、日本語で話しかけることもあります。少人数制の会社なので、一人一人に任せられるタスクは山積み。海外で働くって大まかに言うと、時間の流れがゆっくりで定時に上がれるっていうイメージをする方よくいらっしゃるかもしれませんが、全然そんなことはなくて、毎日とっても忙しいです。Yuki, Mm-hmm. it's that there, you know. Oh, it's true. I have to go. 今からカウンセリングです。もしもし、こんばんは、マルタスタディ池松と申します。カウンセリングは電話もしくはビデオにて行われます。最近はカウンセリング希望の方が多いので、1日に何本もこなす日もあります。ちなみにこの日は3本。
カウンセリングでは話をしっかり聞いて学校に対する条件を理解した上でその人に合った学校の提案をするよう心がけています。私自身もう15年も前になりますが高校3年間留学をしていたことがあるので自分が犯した失敗や留学前不安に思うことなどを自分の経験をもとに皆様にアドバイスしています。海外で留学した経験があるイコール英語が話せるという勘違いされる方がいますがその考えは間違っていてどれだけ長い間海外にいても英語が全然話せない人はいます。私の失敗は3年間留学していたにもかかわらず思ったより英語が上達しなかったということでした。原因は引っ込み思案でシャイな性格だったこと、それから授業以外の時間をほとんど日本人の方と一緒に過ごしていて英語を話す機会を自ら減らしてしまったことです。当時は楽しかったしそれなりに得たものもあったんですけど今思い返すとなんてもったいない時間を過ごしたんだろうと思います。エージェントの中には自分自身も留学経験があるという方もいらっしゃると思いますが私は留学経験があるからという理由ではなく留学で失敗をした経験があるから今悩んでいる方へのアドバイスは人一倍あると思っています。Is it big blue bar here? Surround you. Yes. Maple is Santa Venera, and here is Punta Cana. So it's like a small border. And I told you to look for it on Facebook. Thank you. Bye. 今日のお昼ご飯です。今日のお昼ご飯のホットドッグです。いただきます。美味しい。この日はたまたま学校に聞きたいことがあったので学校訪問へ。メールや電話で学校に確認することもできますがすぐに返答がないこともしばしばあるのでそういった時はいつもこんな感じでいろんな学校へ直接聞きに行きます。そういったことができるフットワークの軽さが私たちマルタスタディの良さ、それからいろんなところへすぐに行くことができるのが小さな国マルタのいいところです。特に用がなくても学校の前を通り過ぎるときは挨拶に行ったりなんかもするので学校からの信頼も厚くプライベートでも学校のダイレクターとご飯に行ったりすることもあったり学校経営のアドバイスを求められることもたまにございます。それから今は制限なのでなかなか頻繁には行けていませんが滞在中の生徒に会いに行って直接お話しすることもございます。生徒の方とお話しするのはいろんな学校のいろんな目線からの意見が聞けるので私の仕事の中でも好きな時間の一つです。ニキタ本日3本目のカウンセリングでいただいた、が施設の清潔感、学校アパートメントが綺麗なこと。オフィスに戻ってきてもノンストップでやることは続きます。引き続きメールの確認返信をしながらこの日最後のカウンセリングをします。最近はコロナ関係についての情報が一番ですがビザについてや現地の情報などお客さんからの話を聞いていると間違った情報をお伝えしている斡旋会社もあるので正しいことをお伝えするのに時間が結構かかります。私自身喋りがそんなに達者ではないし人付き合いも得意ではないのでこの仕事向いてないんじゃと思うこと何度もありましたが温かい声をかけてくれるクライアントの方や信じてくれる会社スタッフに恩返しができるよう必死で食らいついています。続けられるまで頑張ろうと決めて始めた YouTube チャンネルももう半年が経ち今では私たちのことを知ってもらうための大事なツールの一つです。お客様の中でも人となりが分かって安心できたやマルタスタディの人と距離がぐっと近くなれた気がしてよかったなどいろいろな声をいただけているので無理しない程度にこれからも週1ペースで続けていくつもりです。この日は先日アップした日本のお菓子についての動画の撮影を行いました。
事終わりにスーパーで買い出しをしています。食器洗剤がない。食器洗剤。大きなスーパーでの買い物はだいたい2週間に1回くらいの頻度で行っています。こっちでは食べられない日本食ももちろんありますが、スーパーにはお醤油などの調味料はもちろん、えのきや舞茸、大根やレンコンなどの商品なんかも売ってます。私は日本にいた時はほとんど料理ができなかったのですが、マルタに来て自分で作るようになってだいぶ上達しました。ただいまー。できました。親子丼です。今日の晩ご飯。If it happens, people try to meet each other, right? Almond. 家に帰ったら大抵夕食を作ってネットフリックスを見て寝るというのが私の平日の夜のルーティーンです。ここまで見てもらえればわかる通り、海外にいるからといってキラキラした生活を送っているわけではなく、ただただ普通に日本にいる皆様と同じような生活を送っています。なのでマルタにいるエージェントだと遠い存在だとは思わずに親近感を抱いていただければと思います。全然イメージしてたマルタ生活じゃないと思う方もいらっしゃるかと思いますが、これがマルタで働く日本人のリアルな日常なので、参考にできる部分はぜひ参考にしてみてください。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。おやすみなさい。